この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、かっこよくて勢いのあるイラストですよね。イラストレーター名、アイスクリームさん。作品名、二次三次所属、バーチャルライバー、剣持東也くん。斉藤直樹先生、はじめまして。この作品はかっこよくて疾走感と遠近感のある作品が描きたくて描いたものです。ですが、描き終わった後で何かが足りないと思い、イラストレーターさんの画集などを見て真似できる部分などを付け加えました。それでもなんとなく納得することができず、今回応募させていただきました。この作品に限らず、過去の作品でも同じ悩みを抱くことがあり、頭を悩ませています。私は将来イラストレーターになりたいと思っているのですが、どうか先生の添削で、ここは付け足した方が良くなると少しでも感じた点は全て教えてください。どうかこの作品をよろしくお願いします。とのことです。まず思ったのはですね、かっこいい演出がこの人は分かってるなっていう風に思ったことです。すごくね、画面から勢いを感じますし、偶然ではなくきちっと頭の中でイメージしてこの絵を描いたことが伝わってきます。アイスクリームさんの頭の中にしっかりと完成図が見えているんだなっていう風に思いました。これはね、すごいことです。それと、遠近感の表現をしたいとのことなんですが、かなりね、絞った画面なので、この絵で遠近感ってむしろつけにくいんですけど、そういった難しいことにチャレンジしている姿勢もね、すごいなって思いました。で、今回どこを添削していくかなんですが、ズバリ、遠近感です。今ね、ぼかしを入れたり、色収差で処理をしたりして、頑張って遠近感をつけようとしているんですけど、いまいち遠近感がついたように見えない。それはですね、理由があります。なので今回は遠近感を表現するにはどうすればいいのかに注目しつつ解説を進めていきたいと思います。それでは早速やってみましょう。まずですね、肩の調整です。この絵において実はこの肩の部分の調整ってかなり重要な意味を持ちますので、よく見ていてください。はい。一旦手を非表示にして、位置を確認しながら肩を描いてみました。ポイントとしてはですね、前に突き出している右肩がですね、こんな風に前に来ていて、そして左肩は後ろに下がっているっていうことを意識することです。多くの人が勘違いしてしまうこととして、こういう画面がトリミングされて狭い範囲しか見えていない構図って一見ね、描くのが簡単なように見えます。描くところが少ないからですね。ですが、実はこれ非常に難しいんです。なぜかというと、今見て分かったように、画面に見えていないところを、その部分の形状を意識しなければいけないからですね。これね、今の修正だけだとそんなに変わってないじゃんって思われるかもしれませんが、最後見比べてみてください。もうね、驚愕しますよ。もうこの一部の修正だけでも全然違うので。で、次に襟元の修正です。体にひねりが加わったので、体の中心はむしろ右側になるので、中心を意識しながら修正をしてみます。はい、おそらくはね、大部分で手前の手によって隠れちゃうんですが、一応ニュアンスだけでも隠れている部分の形状を描いておきます。次に首、描いていきます。はい、ちょっとですね、下からのライティングを追加して首に影を落としてみました。このライティングは後でさらに効いてくると思います。次はですね、手前に来る手の修正です。
この手ですね。肩からのつながりと、あと剣を握っている様子を分かりやすくしたいので、この親指、今見えてないですけどね、親指もギリギリ見せたいですね。なので少しね、位置と角度を調整していきます。はい、こんな感じ。少し角度を斜めにしたことで、さらに勢いが増した感じがすると思います。あとは、拳の調整です。今ちょっとぼかしてしまっているんですが、拳はですね、結構ね、情報量を上げられる部分ですので、トリミングしている場合は特に手をしっかり描いた方が見栄えがすると思います。描いてみましょう。はい。まずはね、さっき言った下からのライティングによってつく陰影を追加しました。この上で拳の形状を整えていきます。あとは包帯ですね。包帯を巻いてあげましょう。はい、こんな感じ。力也くんはですね、力也じゃなくて、東也くんでしたね。東也くんはですね、練習のしすぎで怪我が絶えないらしいので、包帯は必須ですね。すいません、力也はあだ名でした。そして、日本刀。これもですね、画面に大きく入っていますので、しっかりめに描いてあげましょう。はい、こんな感じです。次は顔の修正に移っていきます。今回のテーマは遠近感なんですが、これね、横顔で奥行きを出すのって結構難しいんですけど、その分大事になってくるのが首の傾きだったり、あとはね、角度を捉えてあげるっていうことなんですね。で、この角度をどうやって表すかなんですけど、ここでさっきの下からのライティングが効いてきます。やってみます。はい、こんな感じでですね、角度がついた分、上の面や、あとは奥に行っている部分は少し暗くなります。こんな風に、平坦に見えがちな横顔でも、ライティングによって面が変わったことが表現できます。これで、角度や奥行きを表現できるんですね。ほら、ちょっとだけ首を奥にもたげた感じがお分かりいただけると思います。で、さらに髪の毛の部分もライティングを若干調整していきます。はい、明るい部分も追加してさらに立体感が増しました。顔の傾きについてはこんな感じで、あとは形状ですね。横顔にありがちなのが、この耳から鼻までの距離、顔の奥行きをつけすぎてしまうっていうことがよくあります。このイラストもですね、少し顔の厚みを調整した方が自然になるかもしれません。やってみます。はい。このぐらいの方が自然な感じがすると思います。
あとは目も横長でしたので、そこも少しだけ調整して、きちっと真横を向いているように調整します。はい、こんな感じ。あとちょっとね、無理やり縮めたり変形したりしたので、輪郭にもちょっと違和感を感じますね。そこを若干調整します。はい、こんな感じでしょうか。あとはですね、これはちょっと微妙なニュアンスの問題になるんですが、前髪ですね。力也くんは前髪が印象的だと思うんですが、こういう前髪の場合、横顔でもですね、できるだけ目に近づけてあげた方が近いニュアンスになりそうだと思いますので、前髪の形状も若干調整していきます。はい、こんな感じでしょうか。あとはですね、髪の毛全体についてもちょっとだけ調整していきます。はい、横顔全体の形状を調整しました。見比べるとほら、結構ね、自然になったんじゃないでしょうか。どうでしょう。そして最後、エフェクトの調整をしていきます。ここはもうね、おまけみたいな部分なんですが、意外と効果が大きい部分だったりするので、最後の着地の部分、よく見ておいてください。まずは背景に勢いをつけていきましょう。はい、こんな風にですね、少しだけタッチを残して荒々しく仕上げても勢いが出ると思います。さらに手前の破片。これですね、この破片。調整していきます。はい。もうね、このぐらい大きくしてぼかしちゃう。そうすることで、ほら、かなりね、遠近感が出ましたよね。奥の破片も少々調整していきます。はい、こんな感じ。そして最後にダメ押しです。はい、小さなパーティクルですね。追加しつつ、斜め下から後ろの方に吹き抜ける勢いを強調して、添削終了となります。並べて見比べていってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、横顔は難しいですが、奥行き感を出すチャレンジ、ね、ナイスチャレンジでした。最初から見ていきましょう。今回はもともと奥行き感を出すのが難しい横顔の添削でした。横顔で奥行き感を出すにはどうすればいいのか、そのポイントに絞ってね、今回は添削をしてきました。まずは肩ですね。この手に隠れて見えづらい肩、ここをね、しっかり描くことが奥行き感を出すためのまずは第一ステップでした。っていうのはなぜかというと、この手前の手、ここにつながる肩の動きをちゃんと表現できていないと、ここからここまでの距離がなかなか出しづらいんですね。なので、奥行き感が出にくいんです。ちょっとね、この部分見えない形状なので、描くのが難しいんですが、しっかり想像しながら描いていきましょう。
そして、横顔を描く時の注意はですね、この鼻から耳までの距離感、ここがね、長くなりがちです。なので、そこの奥行きが出過ぎないように注意しながら、描いていきましょうという話をしました。こんな風にね、形状を整えていきました。そして最後、エフェクト表現での奥行き感。この手前の破片なんですが、こんな風にですね、最初もぼやかしてはあったんですが、もっと大げさに拡大しつつ、そして盛大にこんな風にぼやかしてあげると、手前と奥との距離感をかなり強調できるよという話をしました。今回の添削はですね、遠近感にポイントを置きながら、少ない手数で画面に奥行きや勢いを追加していく方法についてお伝えしてきました。ちょっと横顔だけじゃ情報量少なすぎて自分でできるか不安だな。もうちょっと体のバランスを整えるやり方知りたいという方はですね、こちらの動画、気まぐれ添削36。こちらはツイステのリリア・バンルージュ様の添削を通して、体のバランスを整えて印象を良くするためのポイントを解説した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後、行ってみましょう。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。